食べ物まるっと研究所です。今回はくるみの体への影響についてお話しします。豊富な栄養素を含んでいて、ナッツ類の中でも人気の高いくるみですが、毎日食べ続けたらどうなるの？食べ過ぎるデメリットはあるのかなと気になることも多いですよね。くるみにはあまり知られていない驚くべき健康効果があります。ただ摂りすぎることによるデメリットも3つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにしてくるみで得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。この動画を最後まで見ていただければくるみを正しく生活に取り入れることができます。くるみで健康な体を作る際の参考になれば嬉しいです。それではくるみを毎日食べるとどうなるのか、くるみの健康効果からいってみましょう。くるみの健康効果1つ目は動脈硬化予防です。くるみには必須脂肪酸の一つであるオメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。くるみはピーナッツやアーモンドなどのナッツ類の中でもオメガ3脂肪酸の含有量がトップクラスで、このオメガ3脂肪酸には血中のコレステロールを低下させて善玉コレステロールを維持または上昇させる効果があります。コレステロール値が改善されると血流も改善されるので、血管内の血栓の元になるプラークというコブができづらくなります。これが動脈硬化の予防につながるんですね。また、くるみに含まれるポリフェノールも血中の悪玉コレステロールを低下させて、プラークの形成を防ぎます。動脈硬化が予防できれば、脳卒中や心筋梗塞の予防効果も期待できますね。アメリカのトーマス・ジェファーソン大学で行われた研究でも、低脂肪、低コレステロール食と一緒に1日あたり 64g のくるみを6週間摂取すると、総コレステロールと悪玉コレステロールである LDL コレステロールが減少、善玉コレステロールである HDL コレステロールがわずかに増加したという結果が出ています。また、フランスの分析科学研究所がくるみ生産地に住んでいる男女793名の血液サンプルを調べた研究では、くるみの摂取量と善玉コレステロールの値は関連している。くるみの摂取量が増えるにつれ、プラスの傾向が見られたと発表しています。くるみの健康効果2つ目は認知症の予防です。日々体にストレスがかかると、活性酸素が発生して細胞を老化させていきます。活性酸素が増えると、脳の細胞も老化するので、記憶力の低下や物忘れなど、様々な症状が出てしまうことになります。そこでくるみの出番です。くるみには抗酸化作用を持つポリフェノールやビタミン E が豊富に含まれていて、その強い抗酸化作用で活性酸素を除去したり、働きを抑制することができるので、細胞の老化を防ぐことができます。脳の細胞が健康に保たれることで認知症予防につながるというわけですね。また、くるみには認知症の原因の一つである動脈硬化を予防する効果も期待できるので、合わせて認知症の発症や進行を予防することができます。スペインで行われた研究でも、くるみの摂取は健康な高齢者の認知に影響はなかったが、認知症リスクが高い高齢者の認知機能低下を遅らせる可能性があると発表しています。また、アメリカのニューヨーク州基礎研究所で行われた実験では、アルツハイマー病のマウスにくるみの餌を与えると、記憶力、学習能力などが優位に改善した。くるみを含む食品がアルツハイマー病のリスクを軽減、発症や進行を遅くし、予防に有益である可能性があると発表しています。くるみの健康効果3つ目は糖尿病の予防です。くるみに含まれるオメガ3脂肪酸は抗炎症作用を持っているので、糖尿病の発症や進行に関係する炎症を抑えてくれます。また、くるみは低糖質の食品で食物繊維も豊富に含まれていて、食後の血糖値が上がりづらい低 GI 食品です。糖尿病の予防には血糖値のコントロールが重要となるので、これも糖尿病の予防に一役買ってくれるんですね。アメリカ・カリフォルニア大学の研究者たちの調査でも、くるみを食べる人は食べない人と比較して糖尿病のリスクが低い。また、くるみの摂取量が増えるほど、糖尿病と診断された人の割合は減少したとしています。また、アメリカ・ハーバード大学の研究者たちの論文でも、くるみの頻繁な摂取が
女性の2型糖尿病発症リスクの低下と関連していると発表しています。くるみの健康効果4つ目はアンチエイジングです。くるみに含まれているポリフェノールは優れた抗酸化作用を持っていて、紫外線やストレスなどで増えた体内の活性酸素を除去してくれるので、細胞や組織のダメージを防いで、慢性疾患のリスクを減らしたり、アンチエイジング効果が期待できます。また、くるみには強い抗酸化作用を持つビタミン E も含まれていて、肌の老化を防いだり、毛細血管を広げて血行を促進することで様々な老化現象を抑えてくれます。くるみに含まれている抗酸化物質が体を守って老化を抑えてくれるんですね。そしてさらに、くるみに含まれているオメガ3脂肪酸は血流を改善する効果があるので、体の細胞に必要な酸素や栄養が届けられて、肌や臓器を若々しく保つサポートをしてくれます。アメリカハーバード大学の研究では、くるみ摂取量が多い高齢者ほど、総脂肪率と心血管疾患による死亡率が低下していた。くるみの摂取は平均寿命が延びることと関連していたと発表しています。くるみの健康効果5つ目はダイエット効果です。くるみは良質な脂質を豊富に含んでいて、脂質は満腹感を与えるので、食べ過ぎを防いでカロリーオーバーを抑えるのに役立ちます。また、ダイエットのために食事を減らすと、食物繊維や水分が足りなくて便秘になってしまう人も多いですが、くるみは食物繊維が豊富なので、便秘解消に効果的です。そしてさらに、くるみに含まれるビタミン B 群は、糖質の代謝を促進してエネルギーに変える働きがあります。運動時の脂肪燃焼効果があるだけでなく、日々の生活の基礎代謝もアップしてダイエットをサポートしてくれるんですね。アメリカカリフォルニア大学の論文でも、くるみは食欲と満腹感に影響を与えることで体重を減少する。くるみを豊富に含む食事は、くるみを含まないものよりも体重減少が大きかったと発表しています。また、ハーバード大学の研究でも、くるみを食べると満腹感を感じる割合が優位に高かったと結論を出しています。くるみの健康効果6つ目は睡眠の質改善です。くるみにはトリプトファンという必須アミノ酸が含まれていて、このトリプトファンは代謝の途中でセロトニンの材料として使われます。セロトニンは交感神経と副交感神経のバランスを整えて、幸福感やリラックス効果をもたらす幸せホルモンとして知られています。ストレスも軽減されるので睡眠の質を高めることができるというわけですね。また、くるみを食べると睡眠を促す効果のあるメラトニンの血中濃度が増えるので、自然な入眠をサポートする効果も期待できます。アメリカテキサス大学で行われたラットを使った研究でも、くるみにはメラトニンが含まれていて、食べると血中メラトニン濃度が増加すると発表しています。くるみの健康効果7つ目は美肌・美髪です。くるみには肌の代謝を促進させるビタミン B 群やミネラル、肌の栄養になる植物性タンパク質、血行を良くするオメガ3脂肪酸がバランスよく含まれているので、肌の細胞が一定の期間で生まれ変わるターンオーバーを正常に保つことができて、美肌作りに効果的です。また、くるみに含まれる食物繊維は便通改善効果があるので、体の中から老廃物がスムーズに排泄されるようになって、これもまた美肌につながるんですね。そしてさらに、くるみに含まれるオメガ3脂肪酸の血行改善効果で、抜け毛を防ぎ、ビタミンやミネラル、タンパク質が毛髪の栄養素になります。手軽に食べられるくるみが肌や髪を若々しく保つサポートをしてくれるのは嬉しいですね。くるみの健康効果8つ目はがんの予防です。くるみにはポリフェノールが豊富に含まれていて、血中の悪玉コレステロールを低下させて、血管にプラークという血栓の素を形成させるのを防ぎます。プラークの形成を防ぐと、動脈硬化や細胞膜へのダメージを防ぐことができて、がんの予防につながるんですね。また、くるみに含まれるポリフェノールやオメガ3脂肪酸は、がんのリスクを高める炎症を抑える働きも期待できます。アメリカ・マーシャル大学のマウスを使った研究では、くるみの摂取が乳がんのリスクを軽減する可能性がある。くるみを含む食事はくるみを含まないものと比較して、腫瘍の発生率や腫瘍のサイズが優位に減少したと発表しています。
またアメリカ・ハーバード大学が行ったマウスを使った研究でも、くるみを食べると結腸直腸がんの増殖を抑制すると結論付けています。くるみのがん予防効果についての研究は動物実験の段階のものが多いので、今後の研究結果にも注目していきたいですね。このようにくるみには様々な健康効果があります。毎日食べることでその健康効果も高くなります。でも食べ過ぎには注意が必要です。そんなくるみを食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。くるみを食べ過ぎるデメリット一つ目は肥満です。くるみはダイエットのサポートに最適とはいえ、カロリーは高めで 100g あたり713キロカロリーもあります。成人女性のエネルギーの摂取目安は1400キロカロリーから2000キロカロリー。成人男性は2200キロカロリー前後と考えると、くるみ 100g で1日に必要なエネルギー量の3分の1以上に相当するということになります。また、くるみは 100g あたり 68.8g の脂質が含まれています。脂質の摂取目安量は性別や体格、運動レベルによって変わってきますが、成人で1日 50g から 70g 程度が目安となるので、くるみ 100g で1日の脂質量を賄えてしまうという計算になりますね。このようにくるみは高カロリー高脂質なので、食べ過ぎると肥満の原因になるので注意が必要です。くるみを食べ過ぎるデメリット2つ目は消化不良です。くるみは食物繊維と脂質が豊富に含まれる食品です。食物繊維は食後の血糖値の急上昇を防いでくれますが、消化に時間がかかるというデメリットがあります。また、食物繊維は便の傘を増やして便秘を改善する効果がありますが、摂りすぎると逆に便が硬くなって便秘がひどくなることも、お腹が張ったり腹痛を引き起こす原因になってしまうんですね。そして脂質の摂りすぎで消化不良を起こす体質の人もいるので、食べ過ぎには注意が必要です。くるみを食べ過ぎるデメリット3つ目はアレルギーです。くるみは意外とアレルギーの報告が多い食品です。くるみアレルギーの人がくるみを食べると、じんましんや腹痛、下痢、呼吸が苦しくなる、血圧が下がるなどの症状が出ることがあります。今までくるみを食べていない人がくるみを試す際には、まずは少量から食べるなどして、アレルギーの症状が出ないかどうか確認することが大切ですね。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。1日2日くるみを摂りすぎたからといってすぐに体に悪影響が出るわけではありません。ただ長期的に食べ過ぎると体に問題が出てくる場合があります。それではくるみの適正量はどのくらいなのか、オメガ3脂肪酸の量で考えてみます。性別や年齢によっても変わってきますが、厚生労働省の食事摂取基準によると、オメガ3脂肪酸の1日の必要量は男性で 2g から 2.2g 程度、女性で 1.6g から 2g 程度となっています。くるみで計算すると 28g で 2.5g のオメガ3脂肪酸が含まれるので、くるみを7粒ほど食べると1日に必要なオメガ3脂肪酸が取れるということになります。くるみ1粒約 4g は 27kcal 程度なので、7粒だと 190kcal 程度です。意外とカロリーが高いですよね。意識していないとポリポリと食べ過ぎてしまうので、朝のうちに1日分の7粒を出しておいて、小腹が空いたらちょこちょこ食べるというのがおすすめです。適量摂取で最大限効果を引き出していきたいですね。次にくるみの健康効果を最高に引き出す食べ方をご紹介します。食べ方の注意点、くるみと相性のいい食べ物をお話しします。食べ方の注意点1つ目は、寝る前には食べない方がいいです。くるみはちょっと小腹が空いた時の間食やお酒のお供に食べる人も多いです。基本的にはくるみはいつ食べても大丈夫ではありますが、食物繊維が豊富で消化に時間がかかるので、寝る前に食べるのは避けた方が無難です。特に胃腸が弱っている時などは消化不良を引き起こしやすくなってしまいます。食べ方の注意点2つ目は、食塩無添加、ノンオイルのものを選びたいです。くるみは健康食として認知度も高いので、スーパーなどでも簡単に手に入ります。ただ選び方には少し注意が必要です。一般的にスーパーで売られているのはローストタイプのものが多いですが、
その中には食べやすいように食塩が添加されたものや、乾燥予防に油でコーティングされたものもあります。食塩や油が添加されていると余計な塩分やカロリーを取ってしまうことにもなります。健康効果を得たいということであれば、塩分や油、添加物不使用の素焼きタイプがおすすめです。くるみ本来の味わいを楽しめますし、料理にも使いやすいので、摂取方法の幅が広がるのも嬉しいポイントです。食べ方の注意点3つ目は、保存は空気を抜いて冷蔵するです。くるみは酸化しやすく、湿気にも弱いので保存には工夫が必要です。カリフォルニアくるみ協会が推奨している保存方法は、密閉容器などに入れ、直射日光を避けて0度から 3.5 度の冷蔵で保存です。また、長期間保存する場合は冷凍保存も勧めています。袋入りのくるみを開封したら、食べる分と保存する分に分けておくといいですね。次に、くるみと相性のいい食材をお話しします。くるみはそのまま食べても美味しいですが、合わせることでより効果を期待できる食材もたくさんあります。くるみと相性のいい食材一つ目はほうれん草です。くるみとほうれん草、美肌効果アップが期待できる組み合わせです。くるみはビタミン B 群やタンパク質、オメガ3脂肪酸など美肌効果が期待できる栄養素を含んでいますが、ほうれん草にも肌に嬉しいベータカロテンやビタミン C が含まれています。ベータカロテンは抗酸化作用があるので、紫外線などの外的ストレスが原因で発生する活性酸素を抑えたり、体内でビタミン A に変わることで髪や爪、皮膚、粘膜の健康を保ってくれる働きもあります。ビタミン C はメラニンの沈着を抑えてくれるので、シミ予防にも効果的です。ほうれん草の和え物やサラダにくるみを和えるのがおすすめです。くるみと相性のいい食材2つ目は緑茶です。くるみと緑茶、あまり効かない組み合わせですが、くるみと緑茶を合わせて摂ることで、糖代謝、脂肪代謝の促進が期待できるんです。この組み合わせ、マウスでの研究もされていて、一緒に摂ることで食後血糖値の上昇が緩やかになり、肝臓の脂肪が少なかったと発表されています。くるみも緑茶も、どちらも健康効果の高い食品なので、より健康効果がアップするのは嬉しいですね。ただ、濃い緑茶に含まれるタンニンは、くるみの有効成分の吸収を妨げてしまうことがあるので、緑茶の濃さには注意が必要です。くるみと相性のいい食材3つ目はヨーグルトです。くるみとヨーグルト、どちらも腸内環境改善に効果が期待できる食品で、組み合わせることで、より高い成長作用を得ることができます。ヨーグルトの乳酸菌とくるみの食物繊維で、腸内の善玉菌を増やすとともに老廃物の排出が促されます。便秘がちな人におすすめの組み合わせです。今回はくるみの健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しいくるみを適切な量を食べて健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。